BIC 企業よろず相談。今回はターゲットが絞れませんというご相談をいただいています。どんな事業でも、購入していただくお客様、利用してくださるお客様がいなければ成り立ちません。そのお客様がわからない、ターゲットがわからない、そんなご相談ですね。基本的に事業というのはターゲットのお客様に利用していただけるように計画をします。そのターゲットのお客様に選んでいただきやすい製品やサービスを考えますね。そのターゲットのお客様が購入しやすい価格設定をして、お客様が購入しやすい、利用しやすい場所や販売ルートを作ります。そしてそのターゲットに効果がある宣伝方法を決定するわけです。要するにターゲットが決まらないと、事業は始められないどころか、事業計画すらできないということになるわけです。事業を始めるには、このターゲティングから始まるプロセスのマーケティングが重要なのですね。コーゼーションというふうに呼ばれることもあります。コーゼーションというのは因果関係というふうに訳されますが、その関係が必然性があることです。すなわちこのターゲットにはこの価格帯が最も買いやすいだろうと、それからこのターゲットにはこんな場所で購入しているはずなんだ、そしてこんなメディアに広告すれば効果があるはず、全て必然性を持っているというのがコーゼーションです。そんな計画を作ることが事業計画の基本ですね。だからこそ事業の成功率が高くなるわけです。ターゲット設定ができないまま事業を開始するのは無謀でしょう。ここで一つ、ホンダのオートバイのアメリカ進出の例を見てみましょう。アメリカはオートバイの本場、なんといってもハーレー・ダビッドソンが全米を制覇していました。そこにホンダがオートバイを販売しよう。大型のオートバイなら、ホンダの製品の方が性能が優れているのだから、売れるに違いない。こんな思いだったのでしょうね。アメリカ人からは、日本企業はマーケティングを知らないのかとまで非難される、言われるような、誰から見ても無謀な挑戦でした。結果は案の定です。惨々たるもので全く売れません。アメリカ人には受け入れられませんでした。当然の結果でしょうね。皆さんが当時のホンダの担当者だったとしても、アメリカへの進出というのは反対したでしょうね。ところがひょんなことがきっかけで、爆発的なヒット商品が出ることになったんです。アメリカ進出から1年、ホンダの営業マンが乗っていた小型バイクがアメリカ人の注目を集めたんですね。それはそうですよね。いかに大型のオートバイの営業とはいえ、大型のオートバイにまたがって営業することができないですから、小型のスーパーカブで営業していたわけです。そのスーパーカブが大学生を中心に手軽な乗り物として広がりました。ホンダも事業戦略を一気にオートバイ好きな人ではなく、一般の人たちに切り替えました。そしてアメリカ進出6年目の1966年にはホンダがアメリカオートバイ市場の 63% のシェアを獲得することになりました。さて、話を元に戻しましょう。起業を目指す皆さんは、ホンダがアメリカに進出しようとした、その時と同じような状態の人がいるんじゃないでしょうかね。マーケットを分析する前に良い商品、良いアイデアが先行してしまって、市場なんて目に入らずに事業を進めたいと思って、ふと気がつくと、市場が、ターゲットがですね、定まっていないことに気がついて、しかしどうやって市場を定めて良いのだよ。そんな人がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。いい商品があるから、これで事業を始めたい。得意な分野があるからこれを仕事にしたい。結果誰に提供するかが後回しになってしまうという人がいます。ホンダのオートバイの話をしましたが、それはとても運が良かったという人が多いかもしれません。全くその通りでしょうね。
運が良かったんです。ではその運を皆さんが手にすることができないのでしょうか。ターゲットが決め込めていないという皆さんは、起業の機会がないのでしょうか。実は実際には起業家の多くが市場調査を十分にしていないのではないかという説もあります。多くの起業家はホンダのアメリカ進出と同じようにして成功しているのだという、そういうわけですね。でその理由の一つには、市場調査でのネガティブな結果を知りたくない、そんな気持ちがあるのかもしれません。市場調査を綿密に行ったばっかりに、その市場を諦めなくてはいけない結果になるのを、それを認めたくない気持ちもあるのでしょうね。ともあれ、アイデアや商品に夢を持っているけれど、ターゲットが見えない、市場がわからない、そんな人たちは、こんな風にして事業化まで持っていくといいんだというふうに分析されているものがあります。それはインドの経営学者サラスパシーさんの理論です。コーゼーションに対してエフェクチュエーションというふうに言います。まずこれはいいと思っているアイデアや商品を事業化するのにどの程度までのリスクを容認できるか、これくらいの失敗だったらしょうがないよなと、そんなふうにまずリスクから考えるのが始まります。次にいろいろな人の意見をたくさん聞くことにしましょう。いろいろな視点でいろいろな意見が出てきます。サービスの仕方、価格、デザイン、ニーズ、類似品、いろんな意見を聞いて考えを新たにすると意外にも想定していなかった考えが浮かんでくるものなんですね。それは新たな目的となるものに違いありません。そしてそれを実行するための新たな手段が必要になります。ここには幸運に期待するという要素もあることは否定できないと思います。そうするとその新たな目的や手段を実行するために許容できるリスクはどれくらいか、またこれを考えるわけですね。そしてまた多くの人の意見をまた聞きます。そこからさらに想定していなかったアイデアが生まれてくるかもしれません。このサイクルを繰り返すことが新たな市場の創造につながるというわけです。どんどん考えを変えていく、一つの考えには固執しない、これがエフェクチュエーションと言われるプロセスなのですね。エフェクチュエーション理論においてサラスパシーさんはアイデアや商品、これを bird in the hand、手の中の鳥というふうに表現しています。これは野にいる他の鳥を捕まえることより手の中にいる鳥で満足するということわざをなぞったものだと思います。アイデアやサービスを事業化するために手の中の鳥をよく観察し、そして私はどんな人でどんな力があってどんなことを詳しく知っていてどんな人たちとつながりがあるのか、すでにあなた自身が持っているものに事業の可能性が秘められているということなのですね。ターゲットが設定できないからといって起業を諦める必要はないかもしれませんね。もちろん最初にしっかりしたターゲットに狙いを定めるコーゼーションで事業計画ができるのが良いことは間違いないでしょう。皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてください。また関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください。